こんばんは、ミスタービヨンドです。今回は私がずっと作りたかったガイア理論にまつわる動画です。かなりぶっ飛んだ説でありながらも、一定の信憑性と壮大なロマンを含んだものです。数ある理論の中でも私がかなり好きな理論です。もしも私が我々が巨大な生命体の中で生きているかもしれないと言ったら信じられますか？それでは、いきます。1972年、イギリスの科学者ジェームズ・ラブロックはガイア理論を提唱しました。それはなんと地球が単なる無機物、つまり岩石や金属の塊ではなく、地球全体がまるで一つの巨大な生命体のように生命が存在するために必要な条件を維持し続けるシステムであると唱えました。つまり地球に住むすべての生物が地球環境である大気、海洋、地殻と共生関係にあり、全体で一つの細胞のような構造体を形成しているのではないかという仮説です。なので、生物が環境に適応する過程で、環境もまた生物の進化に応じて変化するというものでした。地球と生物は共進化関係にあるということです。これはさながら細胞の中で繰り広げられている出来事のため、地球は巨大な一つの細胞のようなものであり、地球上の生物をはじめとした我々人類はその細胞の中にいるタンパク質の一種に過ぎないとも捉えることができるのです。ただ、調和の取れた美しい循環を乱しているどころか、私利私欲のために生態系、ひいては宿主そのものを根本から破壊し尽くしているのが人間なのではないかとも主張しました。これはかなり過激な発言ではありますが、皆さんもこの構図はどこかで聞き覚えはないでしょうか？増殖を繰り返しながら、ただ成長することを市場の命題に掲げ、私利私欲のために生態系、ひいては環境そのものを根本から破壊する。そうです。これは人間が行っている成長戦略そのものであります。領土を拡大するために環境を破壊し、その影響で生態系そのものを破壊してしまっています。なので、ラブロック博士も地球の歴史の中では人類だけが明らかに生態系から逸脱している行動をとっており、宿主である地球そのものも苦しめているという言葉を残しています。ただ、いきなり地球が生命体のようであると言われても納得がいかないことだと思います。なので、一つ面白い比喩をご紹介します。人間の細胞は32兆2000億個あると言われています。昔は60兆個と習った人もいると思いますが、最近の研究では32兆2000億個が主流です。そんな細胞たちは全て個別の役割が与えられています。視力を司る細胞、運動神経を司る細胞、記憶を司る細胞など様々です。ただ、そんな人体も細胞だけでは決して生命活動を営むことはできず、細菌の力が必要不可欠であります。食べ物から栄養を吸収するのを助けてくれたり、悪い病原菌に感染しないように警察的な役割を持っているものもいます。それは腸内、皮膚、頭皮などいろいろな場所にいます。なので、みんな個体として見ればそれぞれの人生を生きながらも、全体として見れば協力関係にあるのです。昨今の過度な殺菌が巡りに巡って体調不良の原因となっているのも、これが影響しているのかもしれません。しかし、そんな調和の取れた環境も一気に崩壊に向かう時というのは来ます。それが病原性のウイルスや細菌に感染した時、悪性の癌になってしまった時です。病原性のウイルスや細菌がもたらす病気はたくさんありますが、ここでは風邪としておきましょうか。風邪の原因菌自体は様々ですが、大体がウイルスであります。ウイルスが体内に入り込むと細胞の中に侵入し、そこで一気に爆発的に増殖をします。細胞がそれを支えられなくなったら爆発し散し、一気にウイルスが体内に拡散していくのです。ウイルスはそうやって拡散していきます。ただ、人体も黙ってはいません。警察や自衛隊を出動させたり、体温を高めたり、くしゃみや咳、鼻水を出して少しでもウイルスを排除しようとします。続いて、がん細胞の場合はどうでしょうか。がん細胞は健康な人体でも毎日5000個程度は誕生してしまいます。
通常であれば、すべて体内の免疫で対処されるのですが、稀に生き残ってしまうものも出てきます。がん細胞は自分で増殖をすることができるため、ただひたすらに増殖をし続けます。やがて血液に乗ることで全身に転移していくのですが、がん細胞は正常な細胞の役割を阻害するだけでなく、破壊もしてしまうため、やがて正常に生命活動を営むことができなくなってしまった宿主は死んでしまうのです。いかがでしたでしょうか？もうすでにピンときた方もいると思いますが、これは人体を地球に見立てた比喩です。つまり、細胞や細菌は多種多様な生物や地球環境であり、風邪になった際の熱、くしゃみ、咳などの諸症状は地球温暖化や異常気象と言い換えることができるというわけです。よく人類の悪行を見てウイルスや癌であると揶揄されるのもここから来ているのかもしれません。特に最近は資源や人類の未来を案じて宇宙に進出する話もよく話題に上がってきます。確かに現代の人類を支えるだけの資源はもう地球1個分だけでは足りないという試算も出ています。また科学進歩のために宇宙進出を考えるのも理解はできます。しかし視点を変えると、これはまるでウイルスが細胞を突き破り別の細胞に寄生する様そのものであるという見方もできてしまいます。人類は進化の過程で偶然か必然か知恵を手に入れました。そして脈々と受け継がれていく中でそれをさらに発展させ磨いていきました。それはひとえに人類が生存しやすい環境を夢見て奮闘したためであったと言えます。しかしその代償はいつも生態系や地球環境が払ってきました。私利私欲のために絶滅してしまった動物たち、環境汚染によって絶滅してしまった動植物たちなどは、例を挙げれば枚挙にいとまがありません。現代では、無限の経済成長を求める資本主義社会を成り立たせるために、これまでの何倍ものスピードで成長は加速しています。最近、地球では毎年のように異常気象が発生していると思います。これまで30年に一度あるかないかと言われていた大雨や台風が毎年のように起こるようになりました。記録を塗り替える異常が日常にさえ変わってしまいました。もしも地球が一つの巨大な生命体であった場合、地球は人類に対してどのように対応するのでしょうか？昨今言われている地球温暖化やそれに伴う異常気象はすべて自己免疫システムを作動させた結果、起きた出来事なのかもしれないということです。さらに、こんな面白い話もあります。この世界のありとあらゆる場所は、無限に複雑な構造を持ち、スケールが異なっても、同様のパターンが繰り返される。これは、フラクタル現象と呼ばれている現象です。日本語では、自己相似性のある構造体と言います。シダの葉っぱは、細かい葉っぱがたくさん集まって、一つの大きな細長い葉っぱを構成しています。さらに、これらより大きな細長い葉っぱが集まって、より大きな葉っぱを構成しているのです。他にも、木全体と木の枝の関係性、雷が地上に向かって枝分かれする放電パターンと、植物の根が地中で広がるパターンもそうです。なんなら、視点を極端にしたとしても成立はしてしまいます。原子の構造と惑星の構造、脳の神経細胞の構造と宇宙の銀河ネットワークの構造もそうです。このように、この世界のありとあらゆる構造体は大きくしたとしても小さくしたとしてもその構造自体は変化はしないのです。なので俯瞰してみたときに地球自体のシステム構造と生物の体内組織構造は非常に似ているとも言い換えることができます。これを踏まえると昨今の地球温暖化や異常気象というのは地球の自己免疫システムが作動した結果起きているかもしれないというわけです。もしもこの過程が成立するのなら、地球を含めたその他の多くの惑星や恒星は細胞の一種なのかもしれません。宇宙空間はそれを満たしている水であるのです。そう考えると、もしかしたらこの宇宙そのものは巨大な生物であり、我々はその巨大な生物の体内の細胞の中で暮らしているだけに過ぎないのかもしれません。しかし、そう考えると、その巨大な生物すらもまた別の巨大な生物の中の細胞の中で生きているだけなのかもしれません。しかし、もしそうだとしたら、その巨大生物も
このフラクタル現象の話はかなりぶっ飛んでいて、現実的ではないかもしれませんが、ロマンに溢れているので、私はかなり好きです。少し話がそれましたね。話を戻します。ここまでの話を聞くと、ラブロック博士が危険思想を持った人物であるかのように見えてきます。しかし、彼は別に人類を駆逐してやりたいと願っていたわけではありません。人類は高い知能と明確な意識を持っているからこそ、きちんと責任を果たしてほしいと切に願っていたのです。ただ資源を貪るのではなく、環境や自然界の動植物と共存することで、母なる大地を大事にしてほしいと願っていたのです。またこれはよくある誤解なのですが、ラブロック博士は別に地球自体に意識が宿っていたり、異常気象の原因が免疫反応であるとも言及はしていません。ガイア理論の根本理論は、地球が単なる無機物、つまり岩石や金属の塊ではなく、地球全体がまるで一つの巨大な生命体のように、生命が生存するために必要な条件を維持し続けるシステムであるというものです。ただなんとなくそう感じさせてくれる振る舞いを人類が地球にさせてしまっているので、そのような比喩がよく持ち上げられているのです。そして、ガイア理論自体は科学の世界では主流ではありません。しかし、別々の分野を横断して統合してみないと本当の実態は決してわからないという視点は、その後の科学界に大きなインパクトをもたらしました。今日の気象学では、大気、海洋、陸水、氷雪、生物の全てが相互作用していることを前提に地球システムモデルが組み立てられているため、そういう意味ではガイア理論は現代の科学にもしっかり吸収されていると言えるのかもしれません。エコや地球環境保護に関する話題は、人によってはまた始まったよと思う方もいるかもしれません。しかし、このガイア理論が語る地球は生きているかもしれないという視点は、もう少し地球を大事にしてみようかなと思わせてくれると思います。少なくとも私はそう思います。ラブロック博士自身は残念ながら2022年に103歳でこの世を去りましたが、その意志は間違いなく受け継がれています。そんなことを考えさせられてしまいます。いかがでしたでしょうか？本日はガイア理論についてご紹介しました。実は今回登場したフラクタル現象とガイア理論の関係性は、私が学生の頃に考えたとんでも理論です。非常に非現実的ですが、もしかしたらと思わせてくれるあのロマンの塊さが私は好きです。皆さんはこの世界はどんな構造をしていると思いますか？よかったらコメントで教えてくれると嬉しいです。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。